準備してください。はい、これでいいと思います。こんにちは、ブラスリーポールドッグズ銀座料理長の星野照彦です。今日はペッパーステーキを作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、まず牛肉ですね。牛フィレ肉、今日は 180g ぐらい今これご用意しております。で付け合わせにじゃがいも1つと、にんにく、それからタイムの香りですね、少しつけます。クレームエペスっていう、生クリームを使います。なければ生クリームで代用してもらっても大丈夫です。それから、ディジョンマスタード、それから、胡椒ですね。黒胡椒、ホールの黒胡椒、これを、砕いて使っていきます。はい、それではまずやっていきます。バットの上に広げてこうやって潰します。これをミニョネットっていうんですけど、砕いた方が香りも出るし、それから細かすぎない方が辛みが少ないんですね、感じる。こういう、砕くここまで、細かくしちゃうと辛いんですけど、そこまで細かくしない、この割れた状態をお肉にまぶすことによって、そのスパイシーさが程よくいい感じになります。このままだといろいろ混ざっちゃってるので、一度ざるにこします。そうすると、細かい黒胡椒は下に落ちますけど、この砕いた粗い、ミニョネットですね、黒胡椒は上に残るので、これを使っていきます。はい、じゃあまずお肉に塩をしていきます。お肉を焼く前、最低でも30分は必ず常温に戻しておいてください。これをしないときれいにお肉を焼くことはできません。そしたら両面に塩を振ります。厚みが結構あるので気持ち強めに全面に振ってください。そしたら紐で、少し成形しておきます。いいですか。こうすることでお肉がきれいな形のまま焼くことができます。決して強く巻かない方がいいです。お肉焼くと膨張するんで、この膨張するときにこうグッて紐が縛ってあるとストレス抱えちゃうんで、お肉にストレスが与えない程度に緩やかに巻いといてあげるような、そんなイメージですね。そしたら今砕いたこのミニョネットにつけます。両面つけます。これがペッパーステーキですね。両面にしっかりと砕いたミニョネットを乗せた状態ですね。はい、ここまで準備してください。こうです。脇はいらないですね。はい、両面だけです。塩は横にもした方がいいと思います。はい、胡椒は上と下だけですね。でこれフライパンで焼いていきます。鉄鍋で焼きます。まずはオリーブオイル、気持ち多めのオリーブオイルがいいと思います。でしっかりと熱々に熱したこのフライパンにお肉を焼いていきます。はい、まずは、しっかりと熱々に熱したフライパンにオリーブオイルを置いて、いいですか、これを入れていきます。強火でしっかりとこんがりと焼いてください。あんまり動かしちゃうと胡椒を取れちゃうので、しっかりとまずはセジールするっていう意味ですね。セジールするっていうのは強火で焼き色をつけるということです。そしたら了解します。でここで、余分な油を、これ廃油なんで一度振ります。
したらちょっと火加減弱めてもらって、ここにバター、でバターの香りをお肉につけていきます。家庭で作ることが前提なので、オーブンに入れたりはしないです。このフライパンの上で、火を完璧に入れていくってことですね。なのでまず火を入れる前に必ず常温に戻してお肉を室温に戻しておいてください。そして表面をバチッと香ばしく焼いて、あとは優しくこのバターの、低い温度でですね、全面に火を入れていくようなイメージです。ちょっと針でだいたいフライパンの上で焼く時間は5分もあれば十分だと思います。これをアルミの上に上げて、保温します。これで、じんわりと中まで火を通していくイメージですね。で残ったこのバターは、廃油にしちゃいます。ただこの焼いた鍋で今後、この後、ソースにしていくので洗わないで取っておいてください。これはあったかいところです。例えばあったかいところっていうのは今お湯が沸いてるんですけど、ちょっと蒸気の上にこうやって置いとくと、ほんのりあったかいのでじわじわと優しく火が入っていきます。そしたら次付け合わせのじゃがいもを作りたいと思います。じゃがいも皮を剥きます。お肉とじゃがいもだけのお料理なんですけど、この2つは本当に相性もいいし、ボリューム感もあるし、ワインともぴったり合う、そんなお料理になると思います。はい、じゃがいも切りました。そしたら、火が入りやすいように1センチぐらいで、切っていきます。薄すぎちゃうと食べ応えもないですし、厚すぎちゃうと火が入りにくい。だからこれぐらいですね、1センチぐらいがいいと思います。はい、鍋にオリーブオイル入れます。そして、バターも入れます。まだフライパンの温度は低いです。そしてタイム1枝、2枝、タイム2枝、それから、ニンニクは皮付きのままグッと潰して、ここで、香りを出していきます。バターにニンニクとタイムの香りを移していきます。そしてこの中に、じゃがいもを入れます。そしたらあとはもうじゃがいもの火が入るまで鍋をゆすりながらですね、火を入れていきます。これで香りが入っていきます。これぐらいの厚さだったらさっきと同様5分ぐらいで火が入ると思います。これは中火ぐらいがいいと思いますね。じゃがいもに火が入ったと同時に
バターがノアゼットになる、焦がしバターになるぐらいの温度がいいと思います。温度が高すぎちゃうと最初にバター焦げちゃうので、中火ぐらいでこんな感じで、泳がせるようなイメージでじゃがいもに火を入れてください。だんだん色が香ばしくついてきましたね。こういう針とかがあれば刺してみると分かりやすいです。これでスッて入れば火が入っている証拠で、まだこう止まってしまうようであればまだ火は入ってないですね。もうちょっとですね。多分あと30秒から1分ぐらいで完全に火が入ると思います。で火が入るときにちょうどこのブルーノゼット、焦がしバターぐらいになると、風味も味わいも美味しいと思います。よし、もういいと思います。そしたらなんかこういう、ざるとかなんか用意してもらって、油を切ります。そうですね。はい、これでいいと思います。そうか、美味しそうですよ。すごい美味しそうですよね。でこれがタイムとじゃがいもってとっても相性良くて、タイムがこうじゃがいもに絡んでいるとハーブの香りもすごくいいし、また黒胡椒とも相性がいいのでとてもいいお料理になると思います。そしたら火止めます。でこういうのにもザーって出しちゃいます。熱いうちに塩振っておいてください。塩っていうのはとっても重要で、もう塩が料理の味を決めると言って過言ではないんで、塩っていうのはとっても大事ですね。塩の振る、塩の振るタイミングとか量とか、もうすごく塩は大事です。よし、これで、じゃがいものソテーの完成ですね。はい、それでは次いきます。お肉もだいたい焼いた分と同じ時間、またはフライパンの上でお肉を5分焼いたら休ませる時間を10分、焼いた分の2倍、同じから2倍ぐらい休ませるといいって言われてますね。休ませるっていうのは、どういうことかっていうと、フライパンの上っていうのはだいたい200度から240度ぐらいの鉄板の上でこう炒められています。ガーってやけどされてる。でも中は全然火が入ってないですよね。でそれをこうアルミとかで保温することによってじんわりと火が入っている。その時間がだいたい焼いてる時間の2倍ぐらいっていうことですね、イメージとしては。そしたら次ソース作っていきます。ソースは先ほど黒胡椒とバターで焼いたお肉の汁が残ったフライパンですね。ここに、クレームエペスっていうクレームエペスっていう生クリームですね。これ少し発酵させた、生クリームで少し酸味があって、濃度もあります。スプーン大盛り1杯ぐらいかな入れて、弱火にかけます。温める程度ですね。これを煮詰めるわけではないので。そしてバターの焦がしたバターですね。ブルーノゼット、肉を焼いた時に少し焦げた香りのする、ブルーノゼットと一緒に、絡めます。ディジョンマスタードですね。これも少し加えます。辛みというよりも酸味をプラスするようなイメージですね。もうこのフライパン一つでお肉を焼いてソースまで作っていくというようなイメージですね。よし、温まれば十分だと思います。ちょっと塩が少なければちょっとだけ塩してください。生クリームを割ると少しシャバシャバなので、ちょっとこう火に当てて詰めるといいと思います。ちょっとつっても本当に沸いて30秒とかそんなもんでいいと思うので、少し詰めると濃度が出ます。でこれで、もうソースが完成ですね。もう火を止めます。そしたら盛り付けに行きたいと思います。紐を外します。
まずお肉からいきましょうか。はい、ですか。お肉を一番ど真ん中に。そして、じゃがいもは豪快にこうわさっと持ってもいいし、少しこう並べてもいいと思います。こんな感じですかね。そして最後にソース、クリームソース。はい、これで家庭でできるお肉料理ペッパーステーキの完成ですね。ボナペティ。